想像してほしいのだ。あなたが35年ローンで家を買った。月々の返済は安定していた。なのに今朝、銀行からメールが届いて、次の更新で月々の支払いが1万2000円以上増えると書いてある。それが今、英国で何十万人もの人に起きていることなのだ。そしてこの混乱の震源地は、遠い中東の砂漠にあるのだ。イランとイスラエルの戦争が英国の住宅ローンに影響するんですか？そんなに遠くの話が、なんで家計に直撃するんでしょう？そこが今日の核心なのだ。地球の裏側で起きた戦争が、どうして英国の家計を直撃し、さらには日本の物価にまで連鎖するのか。今日は BBC、NPR、ミドルイーストアイなど複数のメディアを横断しながら、この因果の鎖を一つ一つ解きほぐしていくのだ。複数メディアを比較してくれるんですね。それぞれの見方がどっち側かも気になります。まず今、中東で何が起きているか教えてください。まず現状を整理するのだ。ミドルイーストアイによると、イスラエル軍は2026年3月24日、イランの中部都市イスファハーンを含む複数地点に大規模空爆を実施したのだ。イスファハーンといえば、イランの核関連施設が集中する都市でもある。一方 NPR によると、イランもイスラエルのテルアビブを含む4カ所にミサイルを着弾させ、少なくとも6人が負傷したと報告されているのだ。テルアビブにもミサイルが着弾したんですか？トランプ大統領が建設的な話し合いをしていると言っていたのに、全然収まっていないじゃないですか。そうなのだ。NPR によれば、イランはトランプの発言をフェイクニュースと一周したのだ。トランプが建設的な話し合いと述べた直後、イランは追加のミサイルを発射したというのだから、停戦への道のりは見えない。ハンレルス・ブラッドによると、イスラエルはさらにレバノン南部でもヒズボラとの戦線を30キロ北まで拡大しようとしているのだ。ここで重要な地理の話なのだ。イランはホルムズ海峡の支配権を持っている。世界の原油輸送の約 20% がこの狭い海峡を通っているのだ。もしこの海峡が封鎖、あるいは不安定化したらどうなるか。世界中のエネルギー供給が一瞬で揺らぐのだ。これが金融市場を通じて、英国のモーゲージ金利に直撃する第一の経路なのだ。なるほど。でも先輩、それって原油が高くなるってことですよね。なんで原油高が住宅ローンの金利につながるんですか？別の話じゃないですか？これがこの話の核心なのだ。つながり方を順番に説明しよう。まず原油高くなるとエネルギーコストが上がる。エネルギーコストが上がると、あらゆる商品の製造コストと輸送コストが上がる。つまりインフレになるのだ。インフレが高くなると、英国の中央銀行であるイングランド銀行は利下げができなくなる。むしろ利上げが必要になるかもしれないのだ。BBC によると、3月初頭まで英国の金融市場は今年中に利下げがあると予測していたのだ。その期待があったからこそ、モーゲージ金利も下がり始めていた。2年固定が 4.83%、5年固定が 4.95% だったのだ。ところが戦争が始まった途端に、利下げどころか利上げかもという不安が市場を覆い、モーゲージ金利が一気に跳ね上がったのだ。4.83% から 5.51% って 0.68 ポイントの差ですよね。それだけで月々の返済がそんなに変わるんですか？感覚的にわかりにくくて。BBC がはっきり数字を出しているのだ。25万ポンドを25年ローンで借りた場合、今の金利で返済すると年間で約1200ポンド増える計算になるのだ。日本円に換算すると、1ポンド190円として約23万円の負担増なのだ。月換算で1万9000円も増える。しかも3月6日以降、200以上の抵当金向けモーゲージ商品が市場から消えた。最もひどい日は52商品が1日で撤退したのだ。これは2022年のミニ予算ショック以来最大の1日撤退数なのだ。少し立ち止まって、身近な例えで整理するのだ。モーゲージ金利の急騰って、リボ払いの利息が突然に割増になるようなものなのだ。しかも先払いで払ったものじゃなく、これから毎月ずっと続くのだ。家を買うって人生最大の買い物のはずなのに、その計算式が戦争によって突然書き換えられる。そういう話なのだ。そういえば先輩、2022年のミニ予算ショックって言いましたよね。今回はそれと同じくらいひどいんですか？当時はどんな事件だったんでしょうか？良い質問なのだ。2022年9月、当時のリズ・トラスイギリス首相が財源の裏付けなしに大規模減税を発表した。市場が英国財政への信頼を失い、
ポンドが暴落して国債金利が急騰。その煽りを受けてモーゲージ金利も急上昇し、多くの商品が市場から消えた事件なのだ。トラスは就任わずか45日で辞任することになったのだ。今回の BBC の報道と比較すると、撤退モーゲージ商品数は当時に匹敵する規模だと報じられているのだ。さらに時系列を遡ると、もう一つ重要な歴史的な比較がある。ブラックウェンズデーなのだ。1992年9月16日、英国が欧州通貨制度から強制離脱した日のことだ。当時のイングランド銀行はポンドを守るために、わずか1日で金利を 10% から 15% まで引き上げた。今、英国の製造業のコストインフレ指数はブラックウェンズデー以来最大の上昇と報告されているのだ。実に34年ぶりの事態なのだ。ここまで聞いて、英国の話でしょ。日本には関係ないと思った人もいるかもしれないのだ。でもこの後、日本の生活者への影響を具体的な金額で計算するのだ。あなたの財布への影響、思っている以上に大きいかもしれないのだ。少し整理するのだ。イスラエルがイランの核都市イスファハーンを空爆。イランはイスラエルにミサイルを報復。停戦交渉は停滞。この戦争がホルムズ海峡リスクを高め、原油高からインフレ、中銀の利下げ困難という連鎖を起こし、英国のモーゲージ金利が34年ぶりの急騰を記録した。ここからは、この連鎖が日本へどう届くかを解説するのだ。では日本への影響を財布レベルで計算するのだ。まずガソリン代なのだ。原油価格が今回の中東緊張で1バレルあたり10ドル上昇するとしよう。これは過去の中東危機での平均的な上昇幅なのだ。日本の輸入原油は円建てで計算されるから、そこに円安効果も乗ってくる。試算すると、レギュラーガソリンが1リットルあたり約12から15円上がる可能性があるのだ。12円上がったとして、月にどのくらい変わるんでしょう。私のような通勤族だと、月に50リットル給油すると12円上昇で月600円、年7200円の増加なのだ。車社会の地方在住者で月100リットル以上使う人は、年14400円以上の負担増になるのだ。さらに輸送コストが上がるから、スーパーの食品、日用品も値上がりする。農林水産省の試算では原油10ドル上昇で食料品価格が平均1から 2% 押し上げられるとされているのだ。そして見逃せないのが電気代なのだ。日本の電力の約9割は化石燃料や輸入燃料に依存している。原油、LNG の価格が上がれば発電コストが増し、電気料金に転嫁されるのだ。モデル家庭で月500円から700円の電気代増、都市換算で6000円から8400円の負担増になる可能性があるのだ。ガソリン、食品、電気を合わせると、標準的な4人家族で年間2万円から3万円の負担増という試算なのだ。年にから3万円か。でも先輩、日銀の利上げとの関係はどうなりますか？英国みたいに住宅ローンが上がるシナリオって日本にもありますよね。私は変動金利なので正直不安なんですけど。非常に鋭い質問なのだ。日本はイギリスとは少し違う構造を持っているのだ。日銀は現在、緩やかな利上げ路線を続けている。中東危機でインフレ圧力が高まれば、日銀が利上げペースを早める可能性がある。変動金利で3000万円借りている人が 0.25% 利上げされると、月々の返済が約3100円増える計算なのだ。英国の住宅ローン危機は明日の日本かもしれないのだ。ちょっと待ってください。私、一つ意見があるんですが、よく、中東の紛争は経済に影響するって言いますよね。でも今回って、それだけじゃなくて、トランプ政権のメッセージの混乱が市場の不確実性を増幅させていると思うんです。話し合い中、と言いながら爆撃が続く状況では、市場は安定性がないんじゃないですか？つむぎちゃんの指摘は確信をついているのだ。BBC のブローカーも、トランプのイランへの建設的な話し合いの発言は一時的な市場の落ち着きをもたらしただけ、と指摘しているのだ。そして動画の冒頭で紹介した英国の家族の話を思い出してほしいのだ。彼らの住宅ローンが急騰した根本原因は、中東の戦争だけでなく、平和交渉の信頼性の欠如なのだ。話し合い中、と言いながら爆弾が落ちる状況では、市場は安定性がないのだ。では、これからどうなるのか、シナリオ A とシナリオ B で考えてみるのだ。シナリオ A は、外交解決が進む場合、なのだ。米国とイランの直接交渉が進み、1ヶ月以内に停戦の枠組みが見えてきた場合、
原油価格は落ち着き、英国のモーゲージ金利も高止まりしながらも徐々に安定化に向かう可能性がある。日本への直接影響も限定的で収まるだろうのだ。シナリオ B は、紛争長期化なのだ。ホルムズ海峡が完全封鎖されなくても、船舶保険コストが急騰し原油輸送が滞るだけで世界経済は悲鳴を上げる。英国では利下げが吹き飛び、来年にかけてモーゲージ金利が 6% 台で定着する可能性がある。日本でも輸入インフレが加速し、日銀が利上げを余儀なくされ、変動金利の住宅ローン保有者が英国と同じ苦しみを味わうシナリオなのだ。タイムリミットは3ヶ月。今後の外交交渉の動向が分岐点になるのだ。率直に言うと、僕はシナリオ B の可能性の方が高いと見ているのだ。なぜなら NPR によれば、イランがトランプの発言をフェイクニュースと否定し追加攻撃を続けているからだ。双方に停戦の強いインセンティブが今は見えない。ただ、一つだけ希望を言うとすれば、歴史的に見て最も混乱した瞬間、未外交的転機が来ることが多いのだ。1973年の石油ショックも最終的には協議の場が設けられた。今この瞬間がその転機になるかどうか、あなたはどちらのシナリオになると思うのだ？外交解決か、長期化か、正直難しいですね。私は変動金利の住宅ローンを持っているので本当に他人事じゃないです。ずんだもん先輩の見立てはシナリオ B とのことですが、皆さんはどう思いますか？ A か B だけでいいのでコメントで教えてほしいです。今日の動画のポイントを振り返ると、イランとイスラエルの戦争が英国のモーゲージ市場に34年ぶりの混乱をもたらし、日本の家計にも年2万から3万円規模の影響が出る可能性があることが分かったのだ。A か B か、ぜひコメントで教えてほしいのだ。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。次回は、こうした中東紛争が世界の半導体サプライチェーンに与える影響を深掘りする予定なのだ。お楽しみに。